皆様、本日はですね、材料2つでできる最高のおにぎり作っていきたいと思います。で、これは今ね、セブンで売ってるかつお飯って知ってるかな？あれめっちゃ美味しくて、ちょっとあれに感動したんで、ちょっと僕も作ってみたいと思ってやっていこうかなと思います。で、今回用意してほしい食材としてはこちらの、もうほんと昆布とかつお、これがあれば大丈夫。かつお節ですね。で、あと、一応ね、お米。今回は 2.5 合。お米 2.5 合に、もち米を 0.5 合の割合で、やろうかなと。で、ちょっとお米、軽く研いどきます。こちら、お米の準備ができたら、こちらの、今回1リットルのお水に対して、昆布。これ 20g 分入ってます。で、乾燥した昆布をお水の段階で入れといてください。で、最低でも3時間。で、それから長くなる分には構わないので、こちらのね、料理をね、作ってくださる場合には、できれば前日にね、お水に昆布をつけとくことだけはやっておいてほしいですね。なんで、こんな感じで昆布つけております。しっかりと。で、プラスこちら。鰹節。で、基本的には1リットルに対して 30g ぐらいでね、鰹はいいんだけど、今回ちょっとたっぷりめに 40g でしっかりと味を出そうかなと思っております。で、今回一番だしにしようと思ってるので、じゃあこんな感じ。では、まず最初にこちら、昆布。お水にね、入ってる状態で火にかけます。で、こちらの昆布は沸騰直前で取り出します。あんまりね、お出汁から取ることって僕ほんとないんだけど、簡単にね、出汁の素とかがあるからね。でも、やっぱこうやって作るのが美味しいっていうのと、今回はこちらの鰹節はお出汁取った後は、おかかの佃煮にして、で、この昆布は、今回は動画には使わないんだけど、こちらも佃煮にしようかなと思ってるので、ちゃんとお出汁取った後の食材も無駄なくね、作り置きみたいな感じにしていけるので、ぜひぜひ、頑張って昆布元からお出汁を取ってみてください。とりあえずじゃあこの昆布が沸騰する直前に取り出すので、それまでちょっと様子見てあげときます。カツオの1番だし2番だしってあんまり意識したことなかったけど、結構違うみたいね。雑味が全く出ないらしいね、1番だしは。1番だしは本当にで、時間が経ったらダメだから、もう本当にその直前で作るのが一番美味しい。だし巻き卵にも使えるって。だし巻き卵食べて。ただもう今昆布のこの香りすごいよ。究極のおにぎりだよ。究極だよね、本当に。俺多分今まで動画撮ってきた中で一番和食してると思う。確かに。では昆布を入れてちょっと軽く沸騰しそうになったので、昆布取り出しときます。これ動画にはしないですけど、佃煮にしちゃいます。で、昆布取り出したらちょっと軽く沸騰させます。で、もしアクが出るようだったらここでね、アクを取ってあげて。じゃあ軽く沸騰したら火を止めて、で、火を止めてからこちらの鰹節、今回 40g 分入れちゃいます。はい。で、鰹節を入れたらこのまま火を止めた状態で3分間放置しちゃいます。このまま3分間放置して出たのが一番だしですね。では3分経ったので、こちらをボウルの上にざるを置いて、で、キッチンペーパーとかでもいいと思うんだけど、今回は綺麗な布巾をね、用意しておりますので、こちらでこしたいと思います。いきます。めっちゃいい香り。で、このね、今あるおかか、これ絞らないでね。絞ると雑味が出ちゃうんで、もう自然の重みで落ちる量だけ使います。でもうこんな感じで、これね、最後絞っちゃダメだよ。まだちょっと出てるんで、これを使い切ったら終わりです。これでカツオと昆布の合わせだしで、カツオ一番だしだね、完成です。もう綺麗な黄金色。黄金色。じゃあもうこちらでご飯を炊いていくんですけれども、今回3合用意してるんで、これよりちょっとね、分量気持ち少なめの量入れます。で、時間が経てば経つほどね、香りが落ちてくんで、もう熱いけどこのまま入れちゃいますね。で、ちょっと3合のメモリよりは少なめに入れます。 OK。 軽く少なめにして、で、ここに薄口醤油、こちらを大さじ1杯。色を邪魔しない程度にね、薄口、色綺麗なんで、はい、入れて混ぜ合わせて、で今回はもうちょっと吸水とかはしなくていいかなと思ってるんで、
いい感じ。めっちゃいい香りがする。すんごい。そしたらこちらを炊飯器で炊くんだけど、ちょっと固めに炊きたいと思うので、もしモードでね固めとかいうのがあれば、ぜひ皆さんもそちらで炊いてみてください。じゃあこちらで炊いていきます。ではもうご飯炊いている間に残った柄なんだけども、ちょっと今回大きめのねカツオだったんで、軽くちょっと刻みます。 OK かな。まあ大体軽く刻んであげたら、はい、こちら先ほどのこちらに戻しちゃいます。ではこのおかかをまず最初ちょっと空炒りします。中火で。今あるね水分ちょっと飛ばしますね。これでね香ばしさも出るので。はい、じゃあこんな感じで結構もうパラッパラになってきて、で水蒸気もね出なくなってきた感じですね。これくらいを目安に、まあもうちょい飛ばしてもいいかなって感じなんだけど、しっかりめに飛ばしてあげてください。さっきまでねまとまってたのがだんだんばらけてきてちょっと崩れてくるんですよね。はい、でもこれで今ようやくね水分がほぼほぼ飛んで、マジで空入りって感じの音ですね。結構香ばしい香りもし始めてるので、じゃあお醤油を普通の濃い口でいいよ。大さじ2杯。みりんこちらも大さじ2杯。お砂糖こちら大さじ1杯。はい、これで水分飛ばしながら炒めていきます。あ、もううまい。一通り馴染んだら火を中火にして、で改めて水分飛ばします。じゃあちょっと適度に水分が飛ぶぐらいで大丈夫です。軽くねしっとりしてるぐらいでいいので、はい、じゃあこの状態であとは少し冷ましたら手作りのおかかカツオの佃煮完成。じゃああとはお米が炊けるまで待ちたいと思います。では炊き上がって30分間蒸らしました。じゃあいきます。オープン。あ、わかるかなこの色。うっすら見えるよしんちゃん。すごい。ちょっとじゃあひっくり返して混ぜ合わせますね。めっちゃいい香りする。わかるかな、このちょっとだけ色が黄色になってる。素晴らしいね。じゃあここに最後薄口醤油大さじ1を軽く振って、はい、混ぜ合わせます。じゃあおにぎり作っていきます。俺がね作っちゃうといつもでかいんだけど、ちょっとね今回柔らかく作りたいんで、じゃあちょっとおかか適量入れて、最後もう一回蓋して、で今回ギュッて握らずにちょっと柔らかく、はい OK。 はい、じゃあこんな感じでちょっと柔らかめにねほぐれやすい感じのおにぎり、こんな感じでどんどん握っていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。もうね食べる前からまず香りね、香りが素晴らしい。いい香りです。じゃあいただきます。ちょっと待って、これはすごいよこうちゃん、やっちゃったね。超うまいんだけどマジで。お弁当がついてる。お弁当が今まで食べたおにぎりで間違いなく一番うまい。ちゃんとおかかの部分食べなくても全然ね味しっかりしてる。本当に優しいお出汁の香り。これはね大人の方はもうやばいと思うよ。多分今まで食べたことないおにぎりだと絶対思うと思う。
ほんと噛めば噛むほどちゃんと味が分かるやつ、お上品よ。であともち米、量だけどやっぱちょっとおこわっぽい感じになって、ちょっともちもち感があってめっちゃ美味しい。ありがとうこうちゃん、本当にこれは嬉しい。うますぎる。本当にさっきこうちゃんが言った通り、噛めば噛むほどなんだよね。だからずっと噛んでたい。本当に美味しい。何よりこのおかかの佃煮超うまいんだけど、ね、この優しいお出汁の味だったんだけど、やっぱおかかはしっかり味がしてるからさ、ちょうどいい塩梅の濃さ。じゃあ2個目も食べちゃいます。ちょっとあれ一応ね、佃煮ね、おかか余ってるおかかであと昆布もやったんで、本当にうますぎる。いやこれマジでうまい。もう美味しいしか出てこないし、なんならもうなんか言葉にしちゃいけない気がするぐらい、なんて言ったらいいかわかんない。もう美味しいっていう言葉じゃもう物足らない。すごいね本当に。何なんだろうこれ、本当にうまい。本当になんだっけ、例えばさメインのさ唐揚げとかさお好み焼きとかを食べに行くっていう考えで行くじゃんみんな。これを食べに行きたくてお店に行きたいぐらいめちゃくちゃメインになる料理。本当にいつも俺が作ってる料理みたいにさ、一口目ガツンってやつじゃなくて、もう噛めば噛むほどずーっと美味しいやつだから。ずっと美味しい。あとやっぱ手作りのおかかマジでうまいね。本当に香りが美味しいってこういうことなんだな。だから YouTube で唯一残念なのがそれね。変わんないもんね。この香りを伝えたいもん。ということで本日はですね、カツオのね一番だしで作る銀のおむすびをこうちゃんに作っていただいたんですけども、昆布のだしとカツオのだしが本当に合わさるとこんなに美味しいんだなっていうか、香りが豊かなんだよね。本当今までのこうちゃんに作ってもらったその料理の中で一番香りが美味しい料理だなっていうのと、あと噛めば噛むほど本当にね美味しいんだよね。なんかねこんな上品な料理あるんだっていうぐらい、同じおむすびだと思えないぐらいめちゃくちゃ究極にうまいです。本当に世界一って言っても過言じゃないぐらい絶対みんなに食べてもらいたい料理でもあるし、作ってみるとそんなに難しくないんで、前の日にね昆布をね水で出しといて出汁を出しといて次の日に作るだけなんで、ぜひ皆さんにね作っていただきたいなと。これお弁当開けてこのおにぎり出てきたら多分ねもうお昼中多分お父さん涙流してると思う。多分本当にやばいよねこれこれね。で食べたのってやっぱサムネイル戻ってるから冷めてるやつ、結構まず熱々の状態のをみんなに食べてほしいよね。食べてもらいたいね。でもちゃんとほんとお米固めに炊いてて、粒がちゃんと一粒一粒立ってるし、あとやっぱもち米が入ってるからもっちもちだから。そうほんの少し入ってるだけでも全然違うんだよね本当に。だからおこわってほどもちもちすぎてないもんね。そうそう。ただね今回のやつは本当もち米入れてるけど、もち米入れなくても、もちろんね本当に味美味しいので、ぜひね作っていただきたいなと思います。入れなくてももちろんね、はい美味しいと思う。引っかかっちゃったね。そこ引っかかっちゃった。はい、ということで本当にめちゃくちゃ美味しいおにぎりになってるので。どうしたの？今回のこれをもし作ってくださったら海苔なしで食べてほしい。そうだね、海苔はやっぱね美味しいんだけどね香りがね多分ね海苔がねそう消しちゃう強しちゃうそう消しちゃうと思うし、あと佃煮も入れてるんだけど僕たちは少量にしてます。それだけでも十分本当に味がめちゃくちゃするんで、ぜひ皆さんね作っていただきたいなと。絶対感動すると思うんで。ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。